どうも、宮迫です。宮散歩特別編。いつもは嫁迫さんと散歩をするんですが、今日は昔同棲してたこの方を呼んでおります。どうぞ。どうも絶好調中畑清です。どうも。名前言ってくれないと今タヌキのお面かかってる。いやなんでやねん。なんでいらないですよ僕。いやいつも嫁迫さんが狐やからタヌキのお面いやいらないですいらないです。あ、じゃあ取ってください。ちょっとどうもマホロゴロ A です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まあ昔ねこの福島でね、はい、我々もデビュー当時30年前、はい、以上前か、はい、一緒に住んでいましたので、久しぶりに昔住んでたちょっと街を2人で歩こうかなと。あ、いいですね。はい。ほんまに30年以上ぶりちゃう？いやいやいやほんまに。ちょっと行きましょうか。行きましょうか。変わってんのかな、商店街とか。いやこのね駅前全然変わってない。駅前は変わってないよな。それびっくりして。どれぐらいですね。2年ぐらい。だから短いですよ意外と。意外とな。でその後も別のとこ行ってるもんな。そうですそうです。木村のお父さんの紹介でな。あ、そうですよ。マンションね。監獄みたいなマンションだ。監獄みたいな。する。いやそこも後で行くから。なるほど。監獄みたいなマンション。だから監獄じゃん。お前な。次のマンション決まってないって言うからな。うん。俺がもうこんなんどうですかって親父に頼んだんやんて。懐かしいな。話変えた。何？編集点。後でそれは喋るわ。後ではそのマンション行った時に。宮迫です。さあちょっとね、はい、アクシデントもありながら、はい、これ裏迫の方で流しますけど、堤君がとんでもなく遅刻しましたので、はい、ちょっとね木村君の機嫌もね悪なってますわ、はっきり言うて。どうなんですか。プンプン。うわ、佐藤玉緒。もうええねんそんなん。ちょっと宮迫さん。離れなくなってしまいました。えらいこっちゃ。誰か救急車。もうええねん。びっくりした。めんどくさい。微妙に変わっまあでもこんな店あったっけ、いろいろ。でも新しい店多いね。ね、だからそうなんですよ。そりゃそうやで。30年経ったらそれは変わるで。これはあったか。これね。角屋。角屋。あった気はするけどな。当時ね、酒飲まれへんかったんですよ。あ、そうやったっけ。宮迫さんの友達で酒屋さん行ってたでしょ。あ、2階やろ、サッカー部の。あ、そうですそうです。2階さんがお土産に持ってきたな。ビール持ってきて、僕家で喉カラッカラの時にもうそれしかなかったから、それ飲んでお酒飲めるようになったんですよ。どういうことや。水飲めみたいな。なんてビールって美味しいなと思って、ほんまにそっからなんですよ。まあ一番ビールの美味しい時はもう喉カラッカラで本当に飲むのがうまいわな。2回喜んでんだこれ見てたら。ほんまにそっからなんですよ。ちょっと待って、ほんまに思い出が一つもない。そうやねん。ああ言われへんねん。あかん、怖い。思い出がゼロや。ない。もっとなんかうわー懐かしいって言えるかもてんけど、ゼロや。ない。こんな牛の椅子全然なかったよ。お前牛の椅子や。牛の椅子。カウチェア。カウチェア。安心して。言うたってこの2ブロック先やから。そうです。ちょっと待って、アーポイント欲しい。いやでもね、ほんまに今んとこない。いやマジで全然知らん。おい。喫茶店古そうですね。いや俺し。あ、絶対してそうですね、これは。いや、これ思い出の場所じゃないですか、どう考えても。ここはさすがにあったんかな。僕はない。僕もない。この時やめます。この外観で思い出なかったら多分ないですよ。いやわからん。だから10年ぐらいやったらがいっぱいあんねんけど、30年はそれは無理やな。当時ほんまにお金がないから、そんな飲み屋さんとかに行くっていうお金なかったから。さっきこれ占い商店街って書いてますけど、その頃もそうでした。売れても占い商店街。僕ら引っ越してからです、これ。だから僕は大阪行ってた頃にこれでまたロケとかみんなやってたりはしましたけど、僕らが住んでた頃にこれ占いは押してなかったです。だから知らん。
ここね、俺ね、ここはあったぞ。俺ね、これはね、ほんまに覚えてんねん。なあ、はっちゃんは昔からあったよな。ABC のね、予選の後ね、ここでね、飯食った覚えてるんですよ。で、その場でね、予選通過の賞金をもらえたんで、あった。ここほんまに、俺だって成美姉さんおったから今覚えてますもん。いや、多分ないないもおったと思うよ、その時。ああ、懐かしい。どうも、すっごい。宮迫です。お母さん、ここ30年以上前からやってますもんね。35年。さあ、ほら、ら、昔、ナインティナインとか、成美とか、で、バッファロー五郎とかと一緒に、ここでお食事したことがあるんですよ。ほんまか。デビュー当時に。本当。そうなんですよ。でも35年やったら、ほんまにあった。私が33歳の時やから。うわー、すみません、なんかもありがとうございます。宮崎さん頑張ってくださいね。頑張ります。すみません。ありがとうございました。すみません、ありがとうございました。行きます。じゃあ帽子の人知ってますもん。帽子知ってますやん。バッファロー五郎です。ようやく来ましたね。よかったですね。だからちょうどだからオープンしたてぐらいやったんや。そう。 35年前。ほんまにそうですよ。はあ。すごい。今ちょっと濃いめの懐かしいはあったものの。新しめでおしゃれなお店が多いですね。ねやっぱりそうやね。ね、ほんまにいいと。ころですね。めちゃめちゃいいです。大阪駅から一駅でこの下町になってるっていうのがなかなか。そう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 。タバコ屋さん。タバコに関しては正直ファンの人がくれてたから。そうなんだ。くれる。な天然素材の時もらいすぎて、もうこの袋2袋ぐらいゴム袋パンパンにタバコになって、最終的に下の方が賞味期限切れになって。タバコの賞味期限切れやったらしい。そうそうそう。初めて知ったもんな。賞味期限あんねや言って。ここあった。ここはね、多分ね、定休日でしょ。せやんな。僕らのそのマンションのオーナーっていうか、借り主やった構成作家の出た。瀬川マン。瀬川マンや。瀬川マンおる時におごってもらってて。そう。めちゃめちゃ安いですよ。多分ね、有名店なんですよね。そうそうそう。そういうモーニングとか。コーヒーも安い。そうそう、朝モーニングやったからおごってもらってた。そう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 。いや俺らにとってさ、モーニング食うなんて贅沢なかったわけよ。でほら、商店モールがやっぱりアーケードはそのままになってくる。商店通り。ずっと晴天通り言ってたけど、商店通りやね。俺ら晴天通り言ってた。ずっと晴天通りって言ってた。30年経って読みましたね。ずっと晴天通り。商店通りなんや。これてよかったですね。30年以上ぶりに判明した。晴天通り言ってた。30年越しの真実。うわー、やっぱり懐かしいな。見えてきましたよ。我々が住んでいたマンション。ここです。この2階です。ここなんだ。はい。もうここの2階。懐かしいで。こっち側が俺の部屋。なるほど。ほんでこっちが木村の部屋で、ベランダつながってんねん。言ってましたね。本当だ。そうそうそう。だからよう覗いたってん。な。あれ覗いて何見たんですか。覗いて何見たんですか。一人でしてるのと、当時の彼女としてるの。お前福島で言うてことと悪いことあるやろ、こら。わざわざここ連れてきて。商店通り商店街で何やってんねんお前。俺だから今日来んの嫌やったんじゃん。ほんで、あれエッチしてないか。気持ちよかったって。してたんや。気持ちいいのお前だけやけどなって。痛い。お前だから嫌やった俺。ここ来んの。いや、ここには来たいよ。街には来たいよ。お前と来んの嫌やったんじゃん俺。懐かしいな。懐かしい。でもほんまにそうですよ。ここ変わってない。本当だったんだ。ちゃんと残ってますね。ね。あれもう丸そらそうか。だから一番思い出のある場所が。うわ。そうか。ソテーの戸田がなくなってる。これはいやそれはまあそれは俺聞いててん。お母さんから連絡あって、
ちょっとお父さんがちょっともう高齢で。もうご高齢。いやでも俺まだお家やったから、残ってんのかなって思ったらまるまる違う店になってる。いやそうか。ショックですねそれは。いやちょっとシャッター閉まってても看板赤の看板っていうかね、店頭看板はあるんかな思ったら一番の思い出。そうなんですね。あれ戸田さん？戸田さん？うわ戸田さん。すごい。戸田さん。今ちょっとお父さん。お父さん。うわお父さんも。ほんまにすごい。ご無沙汰します。木村です。木村さん。すごいほんまに。うわ嬉しい。いや宮迫さんに会えるなんてなんか涙が出そう。いやもう本当に。もう元気にしていかなくてそればっかり何にも連絡私はしなかったけどね。全然。お店閉めるっていうのを連絡いただいた。手紙書きましたかね。すごい偶然です。今ほんま来たばっかりやったんですよ。そう今やってる仕事の関係で。そうです YouTube で、それはテレビでなんかおっしゃってたからね、宮迫さん YouTube やってるっていうのは聞いてたから、まあ頑張ってるんだわと思って、まあ嬉しかったけどね。よかったです。よかった。お会いできてよかったです。本当に偶然。木村さんにお会いできるとは知らなかった。もうご無沙汰します。でも木村さんたまにテレビなんか出てる。もう。いやもう全然。そんな出ていらんこと言わんで。今そんな時じゃない。僕と違って普通に出てないだけ。違います。うるさい今うるさい。いやでも本当にもう。でも仲良しよね。でもお会いできてよかったです。よかったな。はい。すみません。急にちょっともうちょっと回ってきます。いってらっしゃい。すみません。ありがとう。はいもうまあねまだ若いんですから頑張ってください。はいありがとうございます。失礼します。それだけ。失礼します。すいません。よかったすごい偶然。そうか。ちょっとやばかったな。ちょっと号泣しかけた。ね。この後だから監獄みたいなマンションね。お前住むとこないからやろ。いやお父さんの知り合いが紹介してくれるって言うからなんかほらよりいいマンションに越せるって思うやん。はい。で家賃もそんな安いわけでもなかったし。お前よう言うわ。ありがとうお父さんの知り合いやったらそんな変なことにはならんやろうなって変なことなったんや。それマンション行ってから喋るけど。わかりました。さあ、移動してきて、この辺はね公園があって、そう公園あったよね。当時鬼のような管理人さんがほんで人は家族ですら入れたらあかんねんな。そうとにかく入れたらあかんねん。でそろそろ彼女とか入れるようになろうもんならシャンそうどなたですかご家族ですか聞かれる。本当に孤独じゃないですか。そうほいでとにかく管理人のおばちゃんがものすごい厳しかって、腹立ったやろな。誰か管理人室の入り口のとこでうんこしてた。俺それを嘘知らん。エレベーターのボタンに1階からずっとうんこ塗られてやば。俺んとこもついてるからさ必死でついてないとこで爪で必死で押そうと思って必死で押してんけどその上はついてなかったからそうか上押して階段で降りていいからやったの。必死でこう爪でこうやってやっててみたいな思い出のあるマンション。あれ壁の色ね僕でも覚えてないんですよ。だってこんなマンション全部なかった。なかった。あと工場要は材木工場とかがちょっとこうね点々とそういうちっちゃい工場がね。そうなくなった。これね出窓でもこれやわ。これか多分色おしゃれですよ。いやこんな色じゃなかったもん。こんなタイルとかもなかった。違う。こんなロッカーなかった。改築を知ってるぐらい。もうそうちゃう。元は帰れないじゃないですかこの大きさは。だからここうまくこの中に下駄箱がほら違うわ。ほらでもせやわ。ここがほら今管理人室やって今のポストがあったとこが管理ほらで今掲示板マンションの掲示板のところに小窓があって
通ろうとしたらスパーンってドアが開いて、もちろん自動ドアじゃなかったもんね。でほんまにこう鍵でこんな感じ鍵でね、そう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 、遅くに帰ったらちょっと締め出される感じあったよ。そうそう、仕事で帰ってきてもね、そう家賃払ってちゃんとやってるの、別に寮じゃないのに。そうそう、それをそのお父さんに紹介して。いやだからさ管理人さんがほんま厳しかったよ。怖かった。木村さんとこからなめくじ放てますよ言われて見てこれ光ってるでしょって言うか逆にあなたが管理してるマンションになめくじ出てますよ。そっちかっていうとね。一応ありましたね。あったね。今は非常にいいマンションに変わっておりました。じゃあちょっともうどうしますか。時間になったんで、ちょっとまあ思い出といえばもう芸人が集ったお店、たこしげ。ああ行くんですか。久しぶりに行きましょうよ。あ、わかります、行きましょう。さあというわけで懐かしのたこしげ、こちら、オープンまだしてません。連絡してるんでオープン前に行きますわと。もう大丈夫なんです。そう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 、行きましょうか。失礼します。どうも。こんばんは。こんにちは。こんにちは。お久しぶり。どうも。どうも。お願いします。よろしくお願いします。めちゃめちゃ久しぶり。どっちわかりました。めっちゃ久しぶりやと思う。いや、俺に至ってはすごいんじゃない？そうやな。5、6年経ってんじゃん。やってるな。正月にいつも来るよな。そう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 。最後誰と来たかな。最後唐沢さんじゃん。唐沢さんと来たっけ。へえ。してたな、あの人な。めちゃめちゃいい人よ。もう3回来はって、まあお前は多分知らんやろうけど、帰りしなにあの人がマスター今日もごちそうさまでしたって両手を出してはる。3回とも。はいはい。これ3回とも片手で答え。いや、何の自慢や。両手で行けや、そこは。じゃあ久しぶりの、はい、お久しぶり乾杯。乾杯です。そんなん言ったことないやん、乾杯。いや、いつもこれで始まってたでしょ。始まってないよ。お前だって乾杯言う相手おらんかったよ。せやんな。よう一人で飲んでた。一人よ。俺お前今いろんなお笑いの人来てくれるから、お笑いのそのファンの人も来はるやんか。マスター誰が一番面白いと思いますかって俺全員に木村って言うてる。ほんまですか。言うてんねんけど、木村って誰ですかってなる。いやいや、なんか俺汚かった。めっちゃメガネめっちゃついてるよ。だからほんまにな。自然な自然な気がしない。マスター覚えてる？前の店の最後の時に、めっちゃ覚えてるよテレビ東京番組来たんや。やりすぎやろ。やりすぎ工事。本来別にそこは回すとこではなかったけど、やりすぎ工事の作家をやってる遠藤が撮ってて。もうその店はもう最後、前の店が最後、思い出の店が最後やった言って芸人山ほど集まって、もう最後に大盛り上がりで締めようっつってまあどんちゃんサービス飲んでそれを撮ってて、やりすぎ工事で流れて、その時にブラマヨの小杉がなんかミスをして罰ゲームやって言って肛門に歯ブラシの絵を入れられるっていう当時なぜか流行った。いや、恒例やったからね。そしたらテレビ東京のお偉いさん方がブチギレして俺出入り禁止だってんからな。しばらくテレ東出入り禁止やで。一応設定はその最後のたこしげっていう大切な日を芸人たちにめちゃくちゃにされました。で犯人を見つけてくださいっていう設定で俺はマスター怒ってますって呼ばれたんよ。で容疑者が宮迫やで木村やな、木村でタムケンで小杉西大、その5人がなんかこうプラカード持たされて容疑者みたいな、宮迫博之何歳みたいな、芸歴何年目みたいな。でそれでジュニアがなんか裁判官みたいなんで「宮迫さんやったんじゃないんですか?」みたいな「いやちゃいます、木村がまず仕掛けてきたんでこうやったんです」。木村は「いやちゃいます、さっき宮迫さんが僕の目にチャンジャを入れてきたんです」。そうそう。でそれを「これどうなんですか?」って「実はうちのスタッフがたまたま撮ってた映像があります、それで検証しましょう」っていうのでやってる。俺めっちゃめちゃ叩かれたんやから、あれ
せやろ。ほんで俺もなんかあれおかしな空気になってたやんか。最初は観覧の人もなんか2、30人いてはってなんか笑ってはったやんか。後半だって誰も笑ってへんから。弾いてる本当の芸人しか笑えへん。警視庁24時みたいな。そうそう。だって実際前のたこしげの前でさ、俺とかタムケンとか大輔とかがいつも冗談で大暴れして喧嘩乗りみたいなやってて、タムケンと誰か後輩が同じノリをやってたのが実際ね警視庁24時に出てん。出てる。そうそう。全ぼかしで。ほんでたこしげののれんもぼかしかかって、だからたこしげが全国ネットに出たのは警視庁24時。警視庁24時デビュー。そうデビュー。せやで、もうただの芸人のノリでなんじゃこらみたいなやってるのが、いやなんかようほら道頓堀のとこでファイトクラブみたいなやってたやん。それをなんか通行人が喧嘩してるっていうなんか通報で、そう勘違いして。面白い。なってだからタムケンの全国デビューは警視庁24時。面白かったもんな。いや面白かったですね。ほんまに。そうそう、だから前の店でスカパラのあんたそれ謝らなあかんでほんま。スカパラと吉本が合同で大きいイベントをやって、その時の打ち上げで俺は谷中さんと仲良かったからたこしげでやりましょうってこうたこしげでやって、その時に後輩が「宮迫」っつって「お前なんかおもんないねん」っていうノリしたら「まあええがなええがな」ってこの胸にこのハンマーパンチでドンってやってうわーっていうのがもう恒例のノリやって。ミニコントの楽しい。でもまあまあ強めにいかな面白くないから強めにいくけど、芸人は強めにいくの分かってるから力入れて。ほんで陽太大森さんが「僕もやりたい」って言い出して、分かる。大丈夫かなと思いながら「宮迫お前なんて面白くねえんだよ」って違う時が「やかましいんじゃ」ってドンって、そんな強いの来ると思ってなかったんでボーンと飛んで、ほんでそれでもうわー笑ってみんな笑って終わって、でもスカパラはツアー中やった、全国ツアー中で神戸かなんかのツアーの時にあかんパーカッションが叩きにくいってなって病院行ったら鎖骨折れてる。おっしゃんも一回夜中オールザッツ終わりで夜中みんな来て、でその宮迫はゴリラって呼ばれてた。で宮迫はほんまはすごい優しい男やね。暴力的な男じゃない。世間の人に伝えたいけど暴力的な男じゃない。でもその暴力がパワーがすごすぎるからみんなが見たいからこういじって怒らしてこうやる、そのお決まり事や。その日もみんなオールザッツ終わりでお酒飲んでて、そろそろあれ見たいなってなって、その宮迫をなんか後輩が言う。で後輩が行く。で「ほっしゃん止めて!」みたいな、ほっしゃんが止める役、もう宮迫さんやめましょうやめましょうみたいになって身代わりになる。ほんで首とかもうグリグリやられてる。でもほっしゃんは顔色一つ変えずに「やめましょうやめましょう」ってなって、ほんで結局それを明け方までやってほっしゃん次の日病院行った。ほっしゃんは何されても答えないっていうキそうャラやそう面白い。懐かしいよ。まあちょっと他にもねたくさん思い出は多分放送できないような思い出もたくさんあるんですけど、いや久しぶりに笑うたな。ありがとうマスター。いやこっちこそやで。もう久しぶり楽しかったです。はいというわけで宮散歩特別編以上になります。もう終わり？もう終わり？もう終わります。もっとやろうやこれ。ほとんど放送できへんので。